わけでね、悪巧みをね、楽しい悪巧みの時間ですよ。なんだい今日は改まって話があるって。いやなんかさ、いつかちゃんがドッキリには積極的に引っ掛けてほしいってなんとド M なことを言ってたからさ、いやまあ期待には応えないといけないかなって。そうだね、そう言われちゃ黙っちゃいられないよな。というわけで、今回のバフェポパーラジオ、裏テーマとして、はい、いつかちゃんをドッキリにかけよう。イエーイはい、まあとはいえね、何がいいかなと思ったんだけどさ、なんかよくあるこうあれで、何回相手に何々を言わせることができるかみたいなやつっていうのが面白いんじゃないかって思うんだけど、確かにどう思う？いいと思うな。いつかちゃんになったらやっぱツッコミをこうメインな、メインコンテンツのツッコミをね、メインコンテンツをね、ツッコミをね、やっぱりしてもらうべきだよね。というわけで、じゃあ私とメリちゃんでちょっと対決しようよ。あ、いいねいいね。どっちが多く突っ込まれるか。どっちが多く突っ込まれるか。ただ普通にやったらさ、私ね、絶対メリちゃんが勝つと思うんだよ。単にツッコミの回数だとね。だからちょっとこう決まった形のツッコミをしてくれた回数で競う。なるほど、いいですね。その方が数えやすいしね。ね。いいアイディアある？例えばそれって何々やないかみたいなさ。例えば漢方ってあれだよね。東京とか神奈川とか千葉とか茨城とかあるとこやんな。それって関東じゃない？オッケー。このフォーマットで言わせるっていうことね。だからそう、じゃあ漢方ってこう親からもうお前なんかうちの子じゃないって言われる。それ感動や。こういうことね。カウンターを用意してね。当日は収録に臨みましょう。よし、オッケー。いつかちゃん、これ最後にいつかちゃんにネタバラシするの？まあさすがにしないとね。後日さ聞いてたらさすがにアーカイブでだったら怒られると思うからね。そうだからまあさすがにねあれよ、告知の前にネタバラシをしましょうね。そうね。いやもう普通にバレる可能性あるけどね。今日お前たちどうしたっていつ言われるかな。いつ言われるかな。これいっぱい言われた方の勝ちね。勝ちね。オッケー。じゃあいっぱい言われた、でも勝った方が負けた方にじゃあケーキおごるで。あ、オッケー。任せて。オッケー。じゃあどんなケーキにしよっかな。じゃあまた収録でね。ありがとう。パフェポパラジオ。今日もね、ゆるっと始まればいいかなって正直。ね、そうですね。今日に関しては特にね、始まりますってやった方がいいみたいな話なかったっけ？そうなんだよね。始まりますっていう風にやった方が良さそうなんだけど、始まりますってやり方が思いつかなかったので、要件どうっていう。始まりますって言って始まるラジオあまり見ないから。確かにな。なんかそのうちね、冒頭にさ、あれなんか寸劇みたいの挟んでもねいいかなとは思うけどね。ミニドラマやりたくってやりたい。もう意味不明なことを羅列するミニドラマがやりたくって。わかる。それがね、やりたいんですよ。そんな未来が来るといいなって家は思ってます。あ、そんな感じ？違う。やろうと思えばいつでもできると思うんだけど。いや、ああいうのってさ、台本考えなきゃいけないじゃん、ミニドラマは。まあそうだけど、台本考えるの死ぬほど苦手でさ。できるけど。あ、
脚本家いけるんですか？赤坂いつかマルチクリエイターだぞおい。デザインもできて動画もできて台本だってできて歌詞だって書けるぞ。何でもできるぞおい。歌詞書けるよ。でもさこんな何でもできんのにさ、私が一番評価されてるの悲鳴っていうのが私ちょっと消せないんだけどさ。本当にそこが一番評価されてる？リスナーからの一番の評価そこなんだけど消せねえんだが。それはね消せなくていいや。それはねちょっと抵抗していかないといけないかもしれない、そうですねこ。れからたくさんそうマルチクリエイターですよこちとらよ。お寿司にも良くなってるよね。何？それハマチや。わかんないよそれはさすがに。違うんですか？専門家じゃないんですか？ちょっとやっぱりこう入り口はね広くなきゃいけないからね。私の手には負えないお前は。切り離すじゃん。すぐ車両を切り離してる。車両今のは切り離されて叱るべきだろうがよ。拾ってくれると思ってリベロぐらい拾うと思ってたのに。そんなに拾えねえよ。もっとあれ心構えをもっとしっかり持ってやって今日は特に。今日はね待って怒られんの私なのそれ。じゃあ広くね持っていただくということで、はいじゃあ改めていきましょう。パーフェクトポッピンパニックが送るパフェポパラジオ。よいしょー。はい始まりましたけどね。けど自己紹介していいんだっけ？いきなり自己紹介お願いします。いつもどう入ってたっけな。パーフェクト担当赤坂いつかです。ポッピン担当リーヤかすみです。パリック担当七瀬クラベルです。私たち3人合わせせーの。パーフェクトポッピンパニックです。ごめん今日私が早かったごめん。たまにはねそんな日があってもいい。でもなんか大体ねいけたようなね気はするんだけどね。パフェポラジあオだけでね、じゃあ今日も早速ですがトークテーマ今日のねテーマいきましょうか。はい。いやみんなのずっと勘違いしてたことをお聞きたいな。ないねないね。パーフェクトだから。パーフェクトだから赤な。坂みたいなパーフェクトマルチクリエイターからしたらそんなのないわね。マルチクリエイターをなんか名乗り出したっていう。マルチクリエイターマルチなんだね。今日唐突に今日から始まって。今日から始まるマルチクリエイターです。よろしくお願いします。マルチってさ響きがなんとなくちょっと痛そうだよね。あいたたちょ待って怪我的な。そんなことを言うんですかあなた。いやもうアウチだろそれは。ありがとうベリちゃん。ちょっとあんまでそんなこと言い出したら手に負えないよ。ベリちゃん助かったありがとう。いや助けらんねえよ君たちも。ちょっと今ベリちゃんが助けてくれたわ。今カットされるとこやったからね今ね。今これダメなやつと私も選択が下手だったなと思ったよ。そうだね。よく出てくるよあなたたちそれマルチクリエイ。ターってあれでしょ。あのさ、うん四国にあるあの県のことでしょ。高知。そうそう。おいなんで私都道府県は出すな。都道府県のやつやったでしょあなた。お都道府県何県間違えてると思ってんだよ。足つぼやったんだろそれで。足つぼはやったし、間違えた県のご当地名産をなんか出没しながら食べるってやったけど。でもそっか。はい。はい。痛みで覚えなさいよ。やだよもう無理だよもう。だって四国なんてローテーションしてんだから覚えらんねえよあれもう。いやいやいやいいやでも今どれ言ってもよかったやろ。いやそれじゃないじゃん。愛知は愛知はどっち違う時期だけどね。四国じゃないけでもどね。四国って言った方がわかるかな四国だったら高知だもんな。でも中部地方のとか言ってわかんないけど。わかんないじゃん。まだ高知が四国なのかどうか私は自信が持てない。皆さんこれがマルチクリエイターパーフェクト。お前今使うなお前。絶対今じゃないだろそれはよ。はい。今言うと。というわけで
たことね、なんかあるかなと思って、はいちなみにリエはね、この前いつかちゃんたちにさ勧められて、春のパン祭りに興味を持ったんですよ。はいいや、いいですね興味を持ってね。でも私、あまりにも春のパン祭りににわかすぎて、仕組みがわからんかったの。なるほど。なんかね、あれ仕組みわからんことあるかお前。シールを集めればいいのに認識してたんだけど、シール集めてどうすんだろうと思って、あ、これ郵送してどっかに持ってくん、送ったらもらえるんかなって思ってたんですけど、あれ店舗で引き換えなんだね。基本そうだね。そうだね。郵送じゃないの？だからみんな持ってんのって。そうなんだよ。わかる。ナナセも最初そう思ってた。郵送だと思ってた。郵送だったらみんなめんどくてやらないやらんだ。それね、でさ、店舗で引き換えどころかさ、それ意識してからね、スーパー行ったらよ、スーパーの端っこの方にパン祭りのボックスがあって、お皿が積んであってセルフ引き換え方式になってて、嘘でしょ、こんなのセルフなんだ。なんか認識阻害かかってたって思って、なんで見回り目に入んなかったのよ。いやーびっくりしたよね。世の中の物体が一つ増えたね、リエちゃん。物体っていうのか認識阻害がね、一個解けましたね。ナナセもね、勘違いしてたことがあって、すごい多分リエちゃんの枠でと言えないので、言えないの？言えないこと出してくんのよ。言えない多分。いやじゃあこれカットしてもいいから、はい。一応言うね。一応ね。ラーゴとラブワゴンがどっちがどっちか未だに分からない。ダメなやつですね。それは。大丈夫。ピー入れとくわこれ。カットじゃなくてピーにしとこう。ピーにしとこう。分かんなくて、多分言っちゃダメな方をずっと連呼してて、なんか言っちゃダメな方って配信でいつもそっち違う方で言っちゃダメな方って言われちゃった。またね、一間違えたって。それはね、世界を回る方じゃなくてね。そうっていうのが一個。一個。もう一個は、もう一個ってまあいっぱいあるんだけど、なんかちっちゃい頃に勘違いしてたことがあって、お家に帰った時にママに「今日ね学校でねお猿さん埋めてん」って。何どういうこと？埋めてんって言ってママが怖って多分なってたと思うんだよ。でママがよくよく話を聞いていくと、七瀬は学校でパンジーの種を植えたらしいんだよね。チンパンジーってことね。そうでもチンパンジーは知ってたんだけど、パンジーが多分覚えられなくて多分まだ小1とかだったから。そうで分かんないけど、なんか猿のなんかでしかも種の状態だからさ、まだどんな花が咲くかもよく分かってないまま埋めてたから、そう分かんないけど、なんかお猿さんがなるんやろなって思ってたらしくて、怖い。お猿さん植えてんって。すごいなんだろう、よくよく聞くと可愛いんだけど、とってもカオスだなーって。サイコパスなんだよな。でもあれだね、パンジーってなんかこう高いところから飛び降りる感じするよね。バンジーじゃんそれ。おお。やるならそっちが責任持ってやれ。なんだこいつ。でも勘違いしてたこと本当に私思いつかなくてさ。多分日常でいっぱいあるはあるんだけど、なんか改めて聞かれると分かんなくて。でもなんかことあるごとに旦那にそれ何々じゃねって言われて、旦那をガン詰めするっていうことはしてるから、多分何があるんだろうなと思って。旦那をガン詰めして、旦那がガン詰め。そうなんか私がこれって何々だよねって言った時に旦那がすっと「いやそれはそっちだよ」って「なんでそんなこと言うの?」って、私が更新してる世界に対して「あなたはなんでそんなデリカシーを持って私がこんなナチュラルにこう信じている世界線にそうやってなんか水そうねこうやってさ横から横が脇バラすみたいな脇バラすみたいな感じでねっていうガン詰めの仕方をしてる。大
大変だな。そうちなみにこれやると旦那がだいたい爆笑して腹がよじれて大変なことになる。楽しそう。楽しそうだな。なんか平和だな。平和です。平和やな話聞いた。平和な世界線です。よろしくお願いします。じゃあなんかその具体的なのはないの？何々うん思い出せなくってさ、なんかあるかな。いやなんか割と最近もなんかそんな話をしてたんだけど、世の中が忙しすぎてちょっともう記憶があまりなくてさ。記憶喪失になってしまうのだ。喪失。なるほどね。なるほどな。違い。まあやっぱ赤坂パーフェクトだからやっぱりないかもしれない。やっぱパーフェクトパーフェクトだからね。そうそうなんです。あれ四国って何と何と何と何だっけ？すだちかぼすと名産聞いてないよ、名産。九州でもいいよ、九州でも。みかんともう九州なんてもっとハードル高いじゃないか。2倍以上になっちゃった。福岡熊本あるねあるね。おしまい。確かに鹿児島が泣いてる。まあでも熊本生きてるからいいか。いいんだ。まあそういう意味では勘違いというかなんというか赤坂は日本地図が覚えられない。ああ、なるほどね。なんかさもうそう勘違いという観点から言うのであれば、私さそう三重県ってすごーく左の方にあると思ってたのずっと。左。もう左。なんだったら鹿児島の近くにぐらいまであると思ったの。九州。左だと思ったの三重県って。なんなら九州の最左。一番本州で一番鹿児島が一番その本州で一番左なのは知ってんのよ私。一番真下だね。本州。左。本州。左下ね。本州じゃないか。九州は右下じゃね？本州じゃないか。右と左を間違えてる今。は？間違えてる。あ、左か。ごめんごめんごめん。左よ。お前も間違えてるから。違う。日本地図から見てって思ってた今。日本地図視点だった今。なんでよ。視点が反転するのは。なんで大地から見上げてるんだよお前は。なんか日本地図が自分だと思って。なんで？日本地図だったら確かにね、なんかこうね、右足の部分かもしれない。大地だとして右ってそうはならんやろ。向かそうだな。向かってね、向かってくださいね。日本を担ってしまっていたの。勘違いだったんだけどこの間。勘違いしてたことっていうかパッと見で勘違いしてしまったことだったんだけど。パッと見で。そうココイチのね店舗の前をこう信号待ちしてたの。信号の向かいがココイチがあるんだけど、でそのガラス越しに店内をなんとなく見てたんだけど、そしたら店内でなんか猛烈に踊ってる人いて。踊ってる人？そうなんか結構激しめのダンス踊ってる人いて、ココイチやっぱ春だからかと思ってよく見たら全然ジャケット着れないサラリーマンだった。かわいい。待ってかわいい。ぴょこって一生懸命ジャケットを着ようとしてるってこと？そう。袖が手が通らなくてずっとなんかこう空振りして。あ、待ってマジでかわいい。それをねなんか信号が変わってこうどんどん近づいてったらねなんだサラリーマン着れないサラリーマンかってなって。着れないサラリーマン。着れないサラリーマン。よかったです。踊ってる人いなかった。勘違いしてるっていうかもう何回も取り違えることとしてはジブリあるじゃない。ジブリの「ラピュタとナウシカ」って名作がねあるわけなんですけど、ラピュタのロボット兵のことを何回やっても私は巨神兵と呼んでしまう。わかる。でもあれはなんか似たようなもんじゃんあんなの。なんかね世界つながってる。いや似たような。なんかロボット兵はロボットだけど巨神兵は世界滅ぼしちゃうじゃん。確かに全然違うものなんだよ。確かにな。なのに平和さが全然違うの。なんかそんなやつなのかどうかすら知らなかった。あいつらのビジュアルしか知らない。ね。そうなんだ。そう。あんま詳しく知らない。なるほど。どっちがどっちかってなんせたまにわかんなくなる。んナウシカとラピュタ。ね。取り違えてしまうんですよって言いたかったんだけど、なんか意外と伝わらなかった。あんまり知見がなくてごめんなさいね。いやいやいや。
なんかでもなんか似てるのはわかるだし実際は全然違うのもなんか知ってる優しさがある方とない方。そう優しさがねある方とねない方とね、あるんですよね。この間勘違いしてえらい目にあったんだけど、えらい目。プレゼントでお寿司の3000円分券もらったんよ。でスシローの3000円分の券でやったーと思って寿司屋行ってめちゃめちゃ食って「はーお腹いっぱいお支払い!」ってなったらそこくら寿司やってん。そうはならんやろ。めっちゃ泣いた。それはね泣くよ。怖くない？いや普通に怖い。いやなんかさ、もうさくら寿司もスシローもほぼほぼさなんか人いないんよね。はい。もうなんか入っちゃったらもう自動的に半自動的に席になんかこう連れ出されてさ、そこで連れ出し食いなさいって。いやだってお寿司食いに来てんだからそりゃそうなんだろそうなんだけど食べるだけ食べたらで無人レジで会計して帰るわけじゃん。まあね。そうほぼその店員さんとねなんか会話とかしないし、なんか全くなんかもうふわーっと気を張らずにふわーっていってもなんか勝手に寿司食えるから自動で、まあでもね。気張らずに行ったら、くら寿司もスシローもさお皿の自己主張激しいと思う。いやーそうだよな、よく考えたら全然柄違うんだよなあれな。そうなんだ。めっちゃあんまり行かないからなくら寿司って書いてある。スシローもスシローってお皿にすごいしっかりそう書いてあるし。お皿の真ん中にタトゥー彫ってある。そうならばなぜ気づかなかったなんすか。私ねそこがねすごい不思議で。皿見てなかったんかお前。寿司食べ終わって会計の時にあれなんかバーコード読み込まないんだけどってなってゾッってなって怖かったあれ。後日ちゃんとスシローの方に行って3000円分また食べました。いやくら寿司もびっくりだよ。何このバーコード知らない、私知らないってレジすげえ困惑してたと思う、レジちゃんが。それか多分こいつ間違えてやんのって思われたんだろうな。脱線なのって脱線っつってスシローと間違えてやんの。おもろすぎる。その後クレープ食べたよね、なんか悔しくて。なんでなんだよ。そうはならんやろ。でもなんかさ食の勘違いで私ちょっと一個思い出したなったんだけど、でも最近の話じゃなくてすごい昔の話なんだけど、松屋かなんかに行った時の話で、その当時深夜のバイトをしてたわけですよ、カラオケ屋さんで。でもう夜勤明けでもうフラフラで、でその時なんかそのカラオケ屋さんとレストランと掛け持ちしてたのね。でその日はそのレストランで働いた後にカラオケ屋に行って、その夜勤明けだったからもう限界だったわけよ。うわー大変だ。しみるやつね。そうで限界だったんだけどもうお腹空いちゃって、もうとりあえず松屋に行こうっつって松屋に行ったわけですよ。松屋に。そうでなんか期間限定のやつの大盛りがすごい美味しそうだったの。うわーこれいっぱい食べたいっつってでその期間限定のやつと大盛りにしようって思って食券買うじゃないですか。でなんか大盛りボタンがね別にあったわけですよ。その期間限定のやつのボタンの下に大盛りってボタンがあって、じゃあこれやつって大盛りピッて押して、でお店の人に食券出したらすごいなんか怪げな顔されるわけよ。みたいな。ちょっとこれこれ本当にこれで合ってます合ってます大盛りでお願いします。ご飯だけとかやってなくてってご飯だけいや大盛りのやつじゃあお味噌汁もつけていいですかねみたいな感じで、何言ってんだろうこいつって私思った。そうでよくよく見たらね、よくよく見たらその大盛りの券ってその大盛りの券プラスその限定のやつとかなんか別個で買わなきゃいけないタイプだったわけよ。大盛りだけ買ったの？そうだから出てきたのが白飯味噌汁、何これって思って限界の人じゃん。っつってでも私が頼んだのかもしれないと思って何も文句言わずに食べたんだけど食べたのね。食
ゃいました確かにねおかしかったのよ500円玉入れてお釣りがすげえ出てきたのよめっちゃお釣り多くないみたいなめっちゃお釣り多いなみたいなほら安いなっつって大盛りの概念だけ食べようとしたんだよ。書いてたけどそうだからそうお店の人も精一杯伝えたつもりなんだろうね。でも向こうまさかそれだけ買ってもう曇りなき眼で合ってますって言われると思わなかったよね。何があってなんで合ってますかって言われないとこっちもわかんないよねっていうそうこれだとご飯だけですけどって言ってほしかったね。そう確かにお互い言葉足らずだったの。ちなみにその時の限界だし店員も限界だったんだね。その時の限定って何だったの？何だったかなもうそこまでは覚えてないな結構昔の話で。あそうーなるほどね。だから食べれなかったんだ。食べれなかったその後も食べる期間には恵まれず結局あいつはどんな味だったかわからない。帰らない。最近はあんまりないよそういうことは。ちゃんと意識保ててる？もう意識高いからね。もう高いんだ意識高くエベレスト保ちよ。こうね積み上げてね。エベレストもちもち保ちだからね任しても。もちもち保ち。そうもちもちたもち。前も言ったけど私元気よーく間違えたのはスクール水着の略称がちゃんと読めなくってなんで？これはね昔とあるプラットフォームでのコメント欄なんだけどすくすいって流れてきてるやつが読めなくってすく水って元気よく言いましたね。合ってんじゃん。いや合ってる合ってる。間違えた逆だすくすいって元気よく言った。分かってないじゃん。ダメだダメかもしれない。すくすいって元気よく言いましたね。今合ってる方と間違えてる方間違えた。そうですね。すくすい盆に帰らずっつってな。それを言うなら腹水ね。ちょっと待ってもうさ。なんでいつかちゃん突っ込まないの？コメント違ったんだ。うるせえよ。今いつか待ちだったのか。もう今ね来ないなと思ってやっちゃったよ。ごめんよ。ちょっと無理です。かちゃん。かちゃん頑張って。知らんの？なんだ。いやリーさんが頑張って突っ込んでもいいんですよこれに関しては。いつかちゃんのこと待ってた今。なんでなんだよ。からさ。なんだよ。もうせっかく待ちぼうけしちゃったじゃん。残念でしたね。今日はすかしのいつかか。すかし会か。すかスカシ会って何なんだよ。すかし会。あたかもそのカテゴリーがあるかのように言うな。なんかあれだね夜空の向こうの作詞した人みたいな感じだね。鹿尾じゃないんですよ。鹿尾さんじゃないんですよ。そっちは突っ込むのずるい。博士にも突っ込んで。今日何なの？ねツッコミかまってちゃんが多いな今日何なんだよ。博士にもそれ捨てよ。はい。でもなんだろうな何話そうとしたか全部忘れたわ今。私も結構飛んでるんだよね。なんかかまってちゃんするから。思い出したはいはいちっちゃい頃の勘違いうん。なんですけどあくまでもっていう言葉あるじゃないですか。あくまでもあくまでもね飽きてもなおみたいなはいはい。感じで言うと思うんですけどなぜもうその発音通り悪魔デビルっていう意味だと思っててでママが電話口であくまでも断るわみたいなことを言ってたよ確か。でそれを聞いてあくまでもなんかあくまであってもママのことが好きだみたいなことがあるじゃん。なんかこう愛情表現として一生懸命言ってたんだけど実際の意味とはすごい乖離があってあくまでもママのこと好きやでって言っててありがとうみたいな。何でも使ってんやろなって思ったって。あくまでも好きやでって聞いてたからなんかすごいなんか遠慮
してる雰囲気の言葉あにでなっても親からしたら可愛いなって思いますよね。なんかそうそうそうなんかよくわかんないで使ってんだろうなっていうのはわかりますからね。そうなんかそう電話口で言ってるのを聞いて真似して言うって多分子供あるあるだと思うんだけど、あるある大人の語彙をね、そのそうだね。まんまやってなんか全然違う雰囲気で伝わってて、それをうん20歳になった今でもたまに言われる。可愛すぎる。あっしゃあくまでもママの子やからねってうん使えばいいけどね七瀬はっていじられてますまだ。なるほどなそういう子供のねなんか勘違いで使ってる言葉は可愛いものは多いけどね。あるね。いろいろあるよね。少しも結構あるからなそういうの。なんか聞きたいな。うんなんかある？でもパッと出てこないんだけど、どんどんなんか賢くなっちゃうんだよな。そうすごい賢くなっちゃうからね。なんかすごい何気ないことをさ覚えてるからさ、すごい吸収してそんなことまで言うんですかみたいなエピソードはいっぱいあるんだけどね。わあ素敵。いやなんか結構我々のね大人たちの会話を覚えててそのまま使っちゃうから、もうなるほど。最近すっごい言葉に気をつけて。言葉に気をつけて。そなるほどな。うでなんか勘違いとかじゃないんだけど勘違いとか言い間違いじゃないんだけど、息子のこの間あった可愛いエピソードなんだけど、最近ね息子にね大好きだよ可愛いよというのをちゃんと伝えるようにしてて、で息子に笑顔が素敵ね可愛いよって言ったら息子氏がさわかるって言うんだよね。わかるって自己肯定感高っけと思って可愛すぎる。自己肯定感が高くなるようにね私のようにならないように気をつけて育ててるからここでか低いもんないですけそうど。こっちのそこだからね。息子はそのおかげあって自己肯定感高く育っているから、素晴らしい。そうチャミくんのこと抱っこさせてあげるとかギュッさせてあげるっていいの嬉しいでしょばりに言ってくるんだよね。悪いね。でもそれぐらいのね心持ちでいてほしいよねやっぱりね。かわいい。でもそうどんどん言葉を覚えていってね言い間違いとかも少なくなってくるんだけどさ、息子がね一個ずっと赤ちゃん言葉のままの言葉があって、抱っこのことをダッチョってずっと言うのね。でなんか抱っこでねんねさせてもらうんで寝かしつけさせてもらうことをダッチョねんねって言うんだけど、ダッチョねんね。一緒にやっててほしい。ねんねってそう立ち上がって抱っこすることが大きいダッチョになってるから大きいダッチョでねんねさせてくれが大きいダッチョねんねんなの。かわいい。なんか脳内にでっかい鳥が走ってった。ダチョウじゃねえかそれはよ。いいね。最近はぬいぐるみをねダッチョねんねさせてあげてます。ダッチョねんね。そうか今にゃおはダッチョねんねしてるからって可愛い。わいい。可愛いし。すごいかわいい。もう子もちゃんと発音できるはずなのにずっとダッチョ。そうなのそっかもう発音できるけどダッチョって言ってるの。ダッチョ可愛いすぎる。ダッチョ。いやでもそういうエピソードってさ親って覚えててさ、ずっと言ってくれるんだよねっていうのでさ、そうだね。うちもさ、よく聞かされるのがさ私は小さい時赤ちゃんたくさん欲しいなっていうちびっこ大好きっ子だったから言ったらね、妹がねそのはね私は青ちゃんと黄色ちゃんが欲しいって色地。色地欲しい。可愛い。赤ちゃんで色の赤だと思ってたんだっていうかわいい。可愛すぎ。ずーっとその話はね言われたりとか。素晴らしい。でもねかわいい。妹の話で言うとね結構ねいろんな勘違いがあって面白かったのが、洗濯物をさ取り入れてもらう時ってさこう脇の下触ってさこう乾いてるかどうかを確認してもらう。乾きにくいからね。脇の下触って乾いてるか確認してって自分の脇触ったからね。かわいい。程度大きかった。いいじゃん。かわいい。可愛いんですよ。可愛すぎる。子供の勘違いエピは可愛いよね。子供の頃勘違いめっちゃし
てたし、なんかすげえ言われるんだよな。あ、なんか、お墓行って「ハッピーバースデー」って言って周りを凍りつかせたことがあります。何があったのそれは。ちょっといや、なんかろうそく立ってたからさ。にしたってちょっと筆舌に尽くしがたいな、ちょっと。めちゃくちゃ周りがキーンってなって、なんでだろうって思っなんとも言い難い、それちょっと。あーってなっちゃう。て、おめでとう誕生日おめでとうって言って、キーンってなった。あっ子てな供の頃。なるほどな。いや、いろいろあるよね、そういうのも。そうね。ねあるあるの勘違いで言うとさ、結構、いろんな V ちゃんとかのね話したりとかすると、何人かあったんだけど、実際こう、うん。音小さいね、思ってるね、マイク何使ってるのからの、いや、それマイクそんなに音小さいはずないんだけど、どうしたんだろう。裏表逆でした。タイズあるね、あるある。あるある。何人かに指摘してきたよ、それ。意外と多いんだよね。そう、なんかさ、一回さ、コラボ歌みたじゃないけど、なんかコラボでオリジナル楽曲を作るみたいなやつの時に、初めましての V ちゃんとね、それ一緒になって、で、コンポーザーさんが、なんか何々さんだけ音がなんかすごい変なんですよみたいな。どういう環境で録音してますって言って、吸音材とかありますって、ありますって、部屋そんな広くないですみたいな。じゃあ反響対策しっかりしたらなんやろなこれっつって、マイクの向き合ってるって言ったら、向きってあるんですかってなって。EV 外したか。そうで、その通話の中でそれちょっと狂ってしまっていいっつって、こうですかってちゃんとそれやっつって。うわー、それ撮り直しだからちょっと結構ゾッとするね。でも意外とあるんだよね、あれね。あるよね、結構多いよね。そう。でもナナちゃんも一回、そのマイクの裏表知らなかった頃に、うんもともと正しい位置で使ってたんだけど、なんかたまにはマイクを逆に置いてみようってして逆に置いて、なんかマイクが壊れたってなって騒いだこと一回だけあります。なんで逆にしてもうたん。そうなんかね、いつもね右からアームを伸ばして、そこにマイクをつけてやるってんだけど、ちょっとこれを左にマイクをマイクスタンドを置いて、そっからアームを伸ばそうと思ったら裏返しになるんだよ。なるほどね。なるほどね。全然音乗らんくて壊れたって言ったんだけど、言ったっていうか、まあ一人でね、多分深夜に一人で騒いで、あ、表裏あるんやなってなった。なるほどね。あわやでした。あわやあわや。あわやあわや。絶対誰でもね間違えると思います。いや、ほんとそう。知らないとね、絶対やるよね。なんかマイクの表裏、わかりにくいんだもん、見た目。いや、それはそうね。そうそう。もっとわかりやすくなっていい。ほんとね。なんかイヤホンとかだとさ、LR とかさ、レフト、ライト書いてくれてるじゃん。マイクもバックフロント書いてくれてもいいんだよって。本当にな。確かに。でもそれで言うとさ、レフトとライトもさ、奈々さんちょっと英語が苦手だから特に思うんだけどさ、ややこしくない？ほぼ同じやん。そうね、覚えやすい方もっとさ法としてはでも A と X とかにしてほしい。絶対違うんだよ。 R でいいよ。ちなみに左手で親指と人差し指を立てた時に L の形になるから、左は L って覚えると。ほんとだー、すげえ。ほんとだ、逆だ、右だと逆になる。どっちが L だっけ？あれ？そっから？どっちが L だっけ？同じレベルね。いや違う。わかんなくな。だってさ、わかんなくなっちゃわない？これさ、よくなる。マジでなる。書くときに縦から横にぶつけちゃった。ごめん。縦から横に書くから、横に書いてそのまま次の言葉につながるので、右に伸びるって。左の話してる？へえ。何も伝わこれ驚くほど伝わらなかったな。何言ってるか分かんなかったんだよ。てかさ、
さこれさ手ってさ自分の方にさ手のひら向けるか手の甲向けるかで変わっちゃうよこれ。そうなんだよ。そうそれ思ったよ。変わっちゃうじゃん。発見した。L であり私はさ R である。だって自分の方にさ手のひら向けてやってるからさ、いやそうならやろってすげえ思ってるの。困った。そうなるほどね。そうじゃねえんだよな。七瀬に向かってやって。いすかちゃん。はい。よし。それが L じゃん。本当にそれが L。残念逆手向けてるぜ。なんなんだよ。タバコってんな。意味のないたばかりだよ。あれだね、桃太郎のおじいさんが山に行った感じで。芝っかり。そう。ありがとう。もうちょっとわかりやすいやつがいいな。すごいおずおずとしたおずおずとした芝刈りが。カリ。あれ洗濯行ったっけ芝刈りだっけ。そこですね。でもさそう今すごいふと思い出した勘違いしてたこと言っていいですか？最近さ4月からさ自転車のさ規制が激しくなったじゃないですか。らしいね。罰則規定がね、なんかそう車道側をさ走んなきゃダメとか逆走したらそうだね。罰金とかさ、あとイヤホンつけてるのも罰金とかさ、すげえ大変。やばいよねあれね。めちゃめちゃ大変。ね。そうだから大通りだとそのうん。警察の方々にね見つかりやすくなるから違反はしないけどね、もし何かしらちょっと点数取りたいタイプの方に見つかったらちょっと嫌だからもう裏道をね走るようにしてるわけですよ。はいはいはい。車少ない方がね安全だしね。そうどっちらにしろね。そうで標識も気をつけなきゃいけなくなったわけですよ。一方通行とか進入禁止とかもさはいはいはい。自転車を除くっていう標識があるんですよ。あるね。うん。そう自転車を除くのところ以外は自転車も適用されるから標識覚えなきゃいけなくて、そっかそっかそっか。なるほどね。そうで私さ標識苦手でさ何が何だか分かんなくてでちょっとこの間旦那にも教えてもらったんだけど赤い丸にさ斜めの一本線があるやつあれさ白地と青地があんの知ってる？なんとなく。車乗らんからわからんな。私も車乗んないからさ私も感じ取れる。免許持ってないからさ。みんな車乗らないかも。感じ取れる。でもなんかほのかにうっすらとなんかそうぼんやりと頭に浮かんでくる。そうなんか免許を持ってる人だったらいやそんな当たり前やろって思うかもしれんだけど、白地と青地があって、で私さ青地のその赤バッテンがあるところがあって、ここってもしかして通っちゃダメなのかって思ってたんだけど、それを旦那に聞いたらどうやら違うらしくて、その青地の赤斜め線バッテンは駐車禁止なんだって。そうだから駐禁取られるとこらしい。で白地の斜めバッテンは通行止め、もう通行しちゃダメ、車両通行止め。もっとなんかやめたいの。もっとなんかそのグリッターとかでもっとキラキラさせた方がいいよね。一方通行の。そうだね。もうなんならねLED とかで通行禁止って出してほしいな。いやそうだよ。そうなんかちゃんと書いてほしい本当に。だって別に書くスペースないわけじゃないじゃんね。そうだってさ自転車を除くとか書けるんだったら書けるやろって思ってさ。本当だよ。本当だよ。本当に駐車禁止と同じなんていうのかな、そのシルエットというかなんかマークとしては同じなんだね。知らんかった。ややこしすぎる。でなんだっけ赤字に白で1みたいなまっすぐマイナスみたいな書いてあるやつはそれはもう進入禁止、その道に入っちゃダメなんだって。前が一方通行の出口側とかに設置されてる。こっち側から入ったらあかんでっていうね。あ、そっかそっかそっか。なるほどね。そうでこれがさ天下一品のマークにすごい似てるっていう話をね旦那に聞いて。いや見たら確かにおっしゃる通りって思ってさ。確かに天下一品。だからドライバーは天一のそのマークを見て一瞬ドキッとするらしい。さ AI のさ車とかだとなんかもう普通に間違えそうじゃない？そうあれっつってあ、こう入れないですねってなりそう。そうなるほどね。いやでも確かに確かにっていう標識も最近覚えなきゃなー
みたいなそう感じでか、おね。子ちゃん乗せて走るからさ、絶対車と一緒の道走りたくないやん。いやそうなんだよね。車側も嫌やと思うのよ。命2つ乗ってるさやつがさ、横ちょっとちんたら走ってたらさ、怖えと思うと思うよ。ちょっと引っかかっちゃったりしたら大変じゃん。なんかさしかも路肩に止めてる車があるとちょっと車道側に迂回しなきゃいけないわけじゃん。そうだよな、そうだよな。そう怖いよな、なんか本急に。当に怖い。うん。バスとかを避けなきゃいけない時とかすごい怖いもん。いや怖えあと横にバス走ってる時バスも怖いと思うー。よ。バス怖いよな、あれな。威圧感あるよな。本当にバス壁だもんね、あれね。走る壁だよね、あれ。せやねん。子供一応例外としてなんか歩道側になんかすごい車道側が危ない時は歩道側に自転車が乗ってもいいっちゃいいらしい。なんかそれはなんかこうさじ加減というか、まず例外としてみたいな感じ。いやそんな言われましてもやるやつはやるやろ。結局あんなん罰則取るか取らないかはもう、警察の方のご判断になりますからね、そこはね。あー怖って感じですね。え。全面道路を駐車禁止にしてほしいね。針を体内に刺すのを禁止にしてほしいです。何を言ってるんですか。さもう駐車ちゃうやろ。体内に刺すじゃん。だって体表側から刺してるからさ、別に体内に刺すもん。そんな細かいこと言うじゃねえ。お点滴もそうだし、注射も。こんなこと言われるなんなんだそのそしりはよ。今日忙しいな。なんで私だけこんな気張ってなきゃいけないんだよ。油断をするな。油断カメラを止めるな。なんだ君たち。本当。そういう回じゃないでしょ今日は。じゃあこれがテーマがさ、なんか赤坂いつかツッコミ検定みたいなやつだったら私も気をつけるよ。違うでしょ今日は。いいんじゃない、りえちゃんも。もういいかね。何が？なんと本日のテーマはじゃじゃーん。はい。いつかちゃんに何回例えツッコミしてもらえるかでした。マジでよ。そうだ、1回だよ多分。1回だ。カウンター動かしてる。じゃあ七瀬の出し方が悪い。嘘だ、超わかりやすくわかりづらい。めっちゃわかりやすく言ってたもん。それいやなんかさっきやって思ったんだよ。駐車禁止と侵入禁止で迷って、近いとか遠いとかの部首ねって言おうと思ったの。新日本じゃねえかよそれ。それ言ったら私そのまま続けて、あすごい仲のいい友達ねって言おうとした。それ親友でしょうよ。おい君たち赤坂のツッコミ力を信じすぎだよ。いやおかしいと思ったんだよ負けたからりえちゃんにケーキおごんなきゃ。ねえなんで。ねえ。待ってよそれ私ゲット券ないのにこんなゲット券ないのそれ。一緒の場なのに。割り食ってる。なんでおかしいなこれも。いつかちゃんにもおごります。ありがとうございます。面白かった。何ちゃん出たかな。いや面白いね。たまにはいいですねこういうね。そうなんかそう裏テーマをちょっと設けませんかってりえちゃんに持ちかけられて。なんかいつかちゃんがなんかドッキリ仕掛けられたがってたから、じゃあいつかちゃんで遊ぶかって言って。あそういう方とないなとね。いやそれ丸々やる。今日勘違い会だったからさ、いっぱい言ってもらえるかなと思ったら、今日まさかのいつかボケ会だったから。そうだったんだよね。いつかボケ会かいやなかったんだよそんな勘違いする世にもことがね。珍しいボケ会。もうそんな珍しいまでいかないでしょ言うて。いやほぼなかった今まで。そうだっけ？ほぼなかったのに。たまにはボケさせてくださいよ。いやたまにはね。面白かったけどね。いやボケいつかもおもろいから、七瀬が突っ込みたくてもって我慢したんだから。だから君たちの瞬発力が今日なかったんだな。そうなんだよマジで。一切の瞬発力がないなって思ってさ。ちょっと我慢してね。いつかちゃんが答えるかな無理だな。
かなんだよそうシーンってシーンっていやすごい頑張ってね、ずっと考えてた、ずーっと考えてたんだけど、なかなかタイミングなくてさいや考えながらあれだけ喋れよ大したもんだもんなんせ1個用意してたのにさ、いや最近ね、なんか雨とか風とかでね散っちゃったらしいですね、ネバネバしたその野菜、緑色の野菜。桜はそうそうそう、桜やなくてオクラやろそれっていうやつ。無理だなそれは無理だお前無理だよいや私いけたいけるよね無理だよそれはいけるって。いつかちゃんこっちの筋肉はあんまないのね。なんだとお前おいそれ自分の表現力は私のせいだお前いつかちゃんのせいにしてもう、でもリーさんのやつは分かりやすいから結構いけたけどねいやね、リエちゃんのやつめっちゃ結構いけたダチョウダルセは早く言いたかったななんだねダチョウ思いついたのに。タイミング見計らってたからもういらんとこでカロリー使っていや面白かったな。面白かったパフェポラジオはい、というわけで、告知タイムいきましょうか。イエーイいや気がついたらもうあと1ヶ月もう1ヶ月切ってる。切手はいない切っては切ってる収録時は切ってないけど公開時にはなんと切っているいやーもう早いやい準備間に合うかなビジュアル出てるんじゃないですかね。多分ね出せますかね出てますね。出せてるとビジュアル出てますよ。かね、あ、グッズのビジュアルか。は出てますけどキービジ出てるキービジは出てるけどそのグッズの色って出せますかそうねビジュアルは出てると信じよう。頑張ります頑張りたいですね。まあでもグッズの話もね、あれですけれども、まずは、今イベントのね、話からしていきましょうかというよいしょところで、いやはいというわけでイベント2026年5月10日の日曜日パフェポパーティー2026君の隣で公開収録開催ですイエーイよいしょよいしょよいしょどこどんどんどんというわけで場所と時間をベニちゃんお願いしますはい、場所は東京都小川町なんでこそこ5月10日日曜日の、お昼13時から14時半と同日の17時から18時半の2部制ですはいイエーイはいそしてチケットの価格をいちかちゃんお願いしますはい通常チケット3500円のミニチキチ付きがミニチキチキ色紙チキチキンはつかない色紙付きが4000円でございますお得いや素晴らしいお得500円で色紙ついてくるのマジお得だからねねいやちっちゃいとはいえね我々の手書きでございますからね手が来ます手が来ます事前手書きアンケート手書きますはいで誰目当てですかので書いてくれた人が丁寧に色紙を書きますはい頑張ります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 つまり昼と夜同じ人を書くと同じ人が2枚書きますそうですそうです別の人を書くと二枚別の人が欲しければそれはそれ書きますっていうそうですね感じになりますイエーイイエイイエイいやー楽しみねだ楽しみだね本当にそしてさっきもね言いましたがビジュアルがねキービーの方が公開になりましたねよいしょかわいいねかわいいやマジいキービジュかわいい今回ねラジオに関連するものをそれぞれ持ちましょうというコンセプトでございましてそうはいそうそうなんですよね七瀬が存在しない台本一回も作ったことない台本台そのためだけに作ってそうリエさんがヘッドホンこれパフェポパのロゴが入ったね可愛いヘッドホンね欲しいねここれは普通欲しいんだよなで私がマイクとなっておりますとね
でなんかさりげにさこれみんなパペポパのロゴどっかについてんだよね。そうなんだよそうなんだよ。ね。そう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 なんだよねであとさすごいエモい話をしていいですか。この七瀬のさ衣装のところなんだけどさ、うんパフェポパのロゴバッジと七瀬のね尻尾のバッジと、左側にさ2つバッジついてるじゃん。そうそうこれそう何か気づきました？気づきました。当たり前じゃないですか。もう、はいもうね、りえちゃんのシルエットといつかちゃんのはいハイビスカスの缶バッジがね、缶バッジそうなんですよね装飾がついてるんですよ。そうなんですよ。そうだいぶエモい仕様になっていて、エモ仕様。すごい。まあでも赤坂とりえさん別にそういうことは特段ないのでナナセを携えてるわけではない君たちは。そうなんだよね。いつかちゃんの帽子についてる缶バッジ、いつかちゃんのやつ。踊れ踊れ我々にするとかさ。いやだってこれは私のね意思の外の話だからはいという感じでいろいろエモエモ仕様になっておりましてかわいい洋服のテイストもちょっとそれぞれ違う感じでねすごいめっちゃいいよね。そうなんかりかわいいえちゃんの服がもう絶対りえちゃんこういう服着てそうっていうのとさ、ねいつかちゃんもこういう服似合いそうっていうのとさ、七瀬は実際高校生の時こういう服着てたからさ。そう実際ね、いい家の私服ね、こういうの多い。だよね、多いよね。私も私結構好きなんだよな本当我々の解釈にこう沿ったものをね、そうすごいデザインしてくださってありがとうございます。ねありがとうございます。はいイラストレーターさんはね前回一番最初のねパフェポパの書き下ろし美女を担当していただいたまこえもんさんに書いていただいておりますとねお願いしてる。本当にずっとお願いしてるすいませんねいつもねね、またですかって言われてました。美女もねお願いしたりもしてたしちょっと頼みすぎまであるなそうなんだよね。また来たって思われて。またこいつらがよっつってお得意さんですね、もう本当にね。そうですねうんはいという感じになっておりますはい、ありがとうございます。はいかわいいねはいねね。楽しみですね本当にね、むちゃくちゃあっという間だもうね、お昼の部がラジオ公開収録そうですねはいになっておりまして、夜の部がもう楽しいトークテーマうんでトーク企画かな。トーク企画まあ参加型のゲームって感じですねそう会場のね皆様たちと盛り上がれるものを考えていますので、はい。はい何卒よろしくお願いいたしますねよろしくお願いいたします。マジ楽しみだ。超ウキウキしてる。ねねえ、ほんとそろそろ夢に出てくる。いや、わかる。それは知らんけど考えすぎて。素敵な感じでございます皆さんのチケット購入も楽しみにしております。なんか今日ちょうどさ、その配信でこのイベントの話したんやけどさ、うん七瀬さんなんか、うん会場で会えるみたいな、そのはいはいはい七瀬さんと会えるみたいな話をした時に、うん七瀬とも会えるけど七瀬以外とも会えるよっていう、意外ともう略し方どうなってんねんリスナー同士がこう一度理そういうね解するから、君たちに会えるみたいな、逆にね。そうだねそうだねでも逆にねリスナー同士で交流していただくっていう楽しさもあると思いますからねいや本当にね少ない機会なので、そう同じ推しのね良きところを共有していただいたりとかねはいあと今回グッズにねランダムの缶バッジもありますのでそうそれをね交換したりとかねはいたくさん交流していただければと思いますはい、はいなんかこうね、そう言い出せない子は頑張って財力で買い占めて財力で手に入れてください。はい、はいよろしくお願いしますお願いいたします。そう、いろんなね、今回ね、前回なかったものもね、こそ準備してるから、そうですね楽しみです。ね、楽しみにしておいていただければと思います。思いますという以上ところで、今日はさっくりとこれで終わりますかね。じゃあ、はい改めて今日の感想だけ一言ずつ言って終わりましょうか。ザクッと。はい。はい。じゃあ、とってもベリちゃんから。悔しかったです。とっても悔しかったです。いつかちゃんに寄り添えなかったことがあるんですよ。いつもいつかちゃんが七瀬に合わせてくれてんだなって思いました。七瀬が全然いつかちゃんに合わせらんなくってね寄り添ってると思ってたのは七瀬だけだったそういうことになりますね結果としてはそうなってしまったのが悔しいです。もうちょっといつかちゃんの解像度上げて頑張りたいと思います。
頑張ってくださいそこは。普通にトークは楽しかったです。そうだね、楽しかったね。うん。じゃあ私も感想いこう。いや私もね、今日はね、いや普段使わないところの頭をめっちゃ使ったなと思っていや楽しかったです。いや絶対ねツッコミ入れるっていう話だったからベリちゃんの圧勝かなと思いながらドキドキしてたらそうけたなと思ってなんでいけたって何ケーキにしようかまで考えてた。逆にチーズケーキかなとか思ってた。逆にどの逆張りしてんのそれ。いやで本日の勝者いい絵でした。というわけでいつかおめでとうございます。ありがとう。そうでずっとドッキリを仕掛けられたいなっていうのはあったから、念願かなってねVTuber も5年以上やってますけど5年以上やって初めてのドッキリ企画かけられんの楽しいね。ありがとうございます。いやなんかおかしいとは思ってたけどドッキリって結構さなんでこんなに気づかへんねんやろうって思ってたけど、気づかないもんだね。いやなんかでもなんか今日おかしいな君たちみたいな。そう雰囲気はねそうなんかでも七瀬言ったんだよね打ち合わせの時にさ、いつかちゃんになんか今日君たちめんどくさいなって言うよね多分ね。そう言うよね。言ったな。それは当てれたんだよ。どこの解像度上げてんの。カマチョだな君たちみたいなこと多分本当だって言ってて。そうそっちは当たってた。そこの解像度だけだったね。そこだけもう一回言われたことあったから。今日はめんどくせえなって言われたことあったから。七瀬がそうだね。そうその思い出があったんだけど。大変楽しかったです。ありがとうございます。はい。それじゃあ、はい、という感じでございます。それじゃあオツパフェパパで終わりましょう。はーい。せーの。オツパフェパパあー疲れた。